リスクをはい。全て排除するような人事システムはやばいかな。こういう人事制度はクソくらいですよね。取ってもいいリスクぐらいは取ることができないと。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術などを役に立つ情報を話しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。はい。今日もよろしくお願いしまおす。願いします。ちょっとモン社長に聞きたいことがありまして、なんか最近危ない人事みたいなワードをよく耳にするんですよ。危ない人事の共通点とはみたいなとか、なんかそういうのを結構記事とかで見たりするんですね。危ない人事が組織崩壊の原因になってるみたいな、っていうのをよく聞くんですけど、これってどういうことなのかな。危ない人事ってそもそもなんだろうみたいなところをちょっと引っかかってて、その辺モン社長の見解も含めてちょっと紐解いていただきたいなと思ってるんですけど、モン社長が思うなんか定義というか、リスクを全て排除するような人事システムはやばいかな。リスクを全て排除する、なんかいい風に聞こえますけどね。要はリスクがないようにと作られる人事システムは危ないと思いますよね。なんか例えばですけど、働き方改革から始まって、残業に関してはものすごくここ何年かうさくというかなってますけど、例えばじゃあ普通に週40時間、これが基本ベースですよと言われてますと。だけど残業に関してはちゃんと届け出とか、業種によってはここまで OK ですよ。例えば言い換えれば、どの会社においても届け出をちゃんと出してれば月何十時間までは残業を指示することができます。こういうシステムなわけですよね。例えば仮にこれが45時間ですと、したときに月でですね、1週40時間だから仮に4週だとして160時間ありますと、通常の勤務時間のベースが届け出出せば45時間残業できますと、これ205時間じゃないですか。例えばじゃあそれを超えたら法律違反だとしましょう。ということは160っていうバーと205っていうバーがあるわけですよね。仮にこっから上は違法ですと。こっからここは届け出出せば合法なわけですよ。でも例えば僕らベンチャーとか僕の考え方からしても、ここをマックス使いたいんですよね。そうですよね。もっと言うと別に個人の自由じゃんと思うんですよ。要はここまでは約束して会社と従業員がどこまで、うちは例えば、こういう形式取ってるから月に200時間働いてもらうよ、っていうのは160時間に見込み時間40時間入れて200時間、だけど給料これですと、これに合意したら入ってください、みたいな話じゃないですか。で約束したら200時間働かなきゃいけないじゃないですか。もうこういう風にやりたいですよね。でもっと言うと言い方変えて、じゃあうちは基本160は働いてくださいね、これ約束なんだと、でもこういう形式取ってるんで、働きたい人はマックス45時間まで残業できます、したくない人は別にいいです、しなくて、で個人の自由です、この範囲は、こうやる方がいいじゃないですか。僕はそれがいいと思ってるんですよ。だけど大手とかってだいぶこの160が是とされてるから、160を超えないようにやりなさいみたいな。よく聞くなそんな話。要は本来はここの真ん中のゾーンって上まで行ったらブラックだとしましょう。じゃあ、違法になっちゃう、違法だとしましょう。これはダメですよね。違法はダメです。でもここまで別に合法じゃないですか。なんですけど、例えば合法にしたからいいとしたとして、1時間でも超えたら違法になります。例えばね、例えば管理がしきれません、大変です、こういう条件が重なった時にこの時は200個まで働けない人が出ます、こんな話がいっぱい来るともうめんどくさいから、はい160できるわけですね。一見合理的ですし仕組みわかるんですけど、でも合法的にここまで OK なのにリスクが1個でも2個でも見つけられたら、はいここまで会社うちの基準ここ、これじゃダメみたいな。一人でも学生がとか新卒が残業時間が多いって言われた瞬間にどんどん減らしてみたいな。このリスク、大したリスクでもないこの間を全部排除するみたいな人事システムは、なるほど。それこそ今の時代に言われる、要はホワイトすぎてやめますみたいな。そりゃなるよねって。なるほど、そういうところですね。例えが理解されたかどうかわかんないですけど、この違法でもない合法の部分で手続きを踏めば、でもリスクが1個でも2個でもあるんだったらやめましょうっていう人事システム。時間だけじゃなくて、こういうことをしてはならないとか、ここまでしていいとかっていうその権限とか規定とか全部ひっくるめてリスクを全部排除するような人事システムはやばいですよね。危ない。
こんなんだったら人育たないし、本当に繰り返しになりますけど、新卒が成長できねえ、やめよう、ホワイトすぎるっていうことになりますよ。そうですよね。なんかそれって別に残業とかだけじゃないですよね。だけじゃないです。はい。他には例えばどういうのが挙げられますか？リスクを排除していったら、こういう人はダメ、取っちゃいけないとか。例えばこういう人はダメとかっていっぱい作っていった時に、これもまさにリスクがちょっとでも散見されるやつは全部バッテンがついてるわけですよね。だとしたら、会社として本質的には取ってもいいよというラインに入る人がこれぐらいいたとして、対象として。でもこのどんどんリスクが発生すると潰していくわけですよ。こういうパターンダメだったね。はい、次はこういうパターン取りません。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 ここのラインだけ取ってください。みたいな。リスクゼロなんで、なんだそれと。あんま良くないですよね。強いて本当は逆にしたいんですよ。そうっすよね。リスクはあるけど、違法じゃなかったりとか、そのリスクもとんでもない大きいリスクだったらやめるの分かりますけど、ちょっとしたリスクだったら、ぶっちゃけ踏んで、起こったら解決頑張ればいいじゃないですか。そうやって学習していくもんですよね。人間もそうじゃないですか。失敗で学習するんですよ。確かに。会社としては失敗したくないから、どんどんリスクテイクしていく。やれることがどんどんこうなってくる。こういう人事制度はクソくらいですよね。なるほどですね。ちょっと話変わりますけど、そのホワイトすぎる企業みたいなお話が出たんで、昨今いろいろこうね、ハラスメント問題とかで問題になってる会社とかもあるじゃないですか、よく。アップルさんでもそういう問題とかってあったりするんですか？まあありますよ。相談受けてないわけじゃないですよ、相談とかはね。でも思うんですけど、こんなこと言ったら元も子もないから分かってるよって言われちゃうかもしれないですけど、例えばパワハラとかって何を言ったかはあんま重要じゃないってことですよね。だから結局、いざパワハラって言われて、エビデンスになった時には何を言ったかを取られるわけですけど、実際パワハラだって言われるかどうかは、何を言ったかじゃないですよねと。二つだと思ってて、ここの関係性、言った人、言われた人の、ですから僕とあなたの関係性、人間関係性が一つ、かける弱い立場の人の一般的に見たら部下とかのモチベーション。なるほど。この係数でしかないと。確かにそう言われればそうですね。例えば僕がじゃあ人間関係性がいいですと。あなたのモチベーションもすごい高いですと。仕事に対して。っていう時に、これやってって言ったら、はい、わかりましたってくるんですよ。全然そうですね。だけど、この人間関係性が微妙、むしろ悪い。あなたのモチベーションも下がってる。なんならもう会社辞めようかなと思ってるぐらい。だだ下がり中。この時に、これやってって言ったら、高圧的に、あなたこれやってって言われて、僕の能力にはさばけない仕事を当てられました。パワハラですよね。実際そうじゃないですか。会社内の過去の見ても全部そうですよ。そうですね。確かに。仲いい人とか自分のモチベーションが高い時は、言い方悪いですけど、ある程度のこと言われても、別に元気よく、はーいみたいな感じなのに、なんか関係性悪くなったりとか、モチベーション下がってると、その言葉遣いパワハラになりますよ。でも結果そんなもんだって全部見てるけど。いやー、確かにそうっすもんね。どう捉えるかの話。でどう捉えるかは、さっき言った人間関係性とモチベーションだから、ほとんどの場合が。本人たちがこれパワハラじゃないですか、セクハラじゃないですかっていうのも、ほとんどが定性的なこと言ってるんですよ。高圧的でとか、押し付けられて、押し付けられたっていうその証明、エビデンスは何が当たるんだみたいな話なんですよ。じゃあ録音がありますとかって言われた時に、ね、何を言ったかしか証拠になれないわけじゃないですか。トーンがどうだか分かんないんで、あんまり。これ主観的な話になっちゃいますから。だからそういうもんじゃないですか。いや、そういうもんですね、本当に。そんなのをうるさくやったら、確かに本当にそういうパワハラとかセクハラダメですよ。僕はもうハラスメント基本的には反対前提でありますよ。だけど、全部そういう風に気にしちゃったら、結局嫌われることとか人間関係性が一時的でも微妙になることがあれだし、本人のモチベーションが低い時に、お前なんでやる気出せよっていうことすらパワハラになるから、なるリスクがあるから、何もやっぱみんな言えなくなるよねっていうのは。だから大手の部長クラスとか、ね、みんなビビって、そりゃ言えなくなりますよね。そういうのも、本当に一部の人が本当にひどいパワハラとかセクハラするから、こういう風になってるから、それはダメなんですけど、やりすぎると、
別にパワハラでもセクハラでもない人が気づかなきゃいけないし、仲良くなって別になんか怪しい関係も何もないのに、ちょっとじゃあ飯食い行こうかっつって、20代の仮にですけど、女子社員3人ぐらいと、じゃあ40代のおじさん1人とで飯食いに行こうとしたら、いやこれちょっと待ってと。なんか俺間違った発言したらセクハラって言われちゃいそうなリスクだからごめんちょっと飯食い行けないわみたいな。ありえますよね。なります。そういうもうなんか出来上がってますよ、風潮みたいなのが。ですよね。だからやっぱり会社としてもね、異性でご飯食べに行ってはいけませんとか、ルールになってきますよね。うちもやっぱダメなルールはあるんですけど、もちろん最大のリスクは排除しなきゃいけないし、余計なことも起こしたくないから、線引きはしますけど、このバッファというか、取ってもいいリスクぐらいは取ることができないと、難しいですよね。おっしゃる通りですね。結論。リスクを全て配慮する人事システム。そうですね。総称できちゃいますね、この言葉で。なるほど。ちょっと話も脱線しちゃいましたけど。ありがとうございました。深いお話を。組織強化につながる危ない人事ということで、結論、リスクを全排除した人事システムですと。僕は決して残業のしすぎとか、ハラスメントとか、そういったことはあまりよろしくないということの前提ですけれども、そういうことに過敏に反応して、全てのとにかくリスクを全部排除するということになってしまうと、どんどんできることも少なくなりますし、縛るというかですね、動きづらさを感じてしまう人が多くなって、会社としても従業員としてもやりにくくなっちゃうだけが増長するんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。皆さんからいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになってます。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いします。